僕が僕の気持ちで動かしてるっていう感覚がすごく強いんですよ。豊かに社会を作っていくツールの一つだって確信してもらえた。私の専門は神経科学です。特に人の脳がどうやって運動をしているかとか、あるいは経験を経てどんなふうに機能が変わっていくのかっていう可塑性の研究をしています。ウェアラブルのセンサーを使って手術をせずに人の脳の活動を読み出して AI で分析することによって念じてアバターを動かすとか念じてロボットを動かすとか、そういった使いこなしがしやすいタイプのブレインマシンインターフェース BMI 研究をしています。これムーンショット研究で新しく開発した脳波センサーで、見た目はヘッドフォンなんですけど内側に脳波センサーがついていてイヤーカップの中にその増幅するアンプが入ってるんですね。で Bluetooth でそのデータを飛ばしてこのかぶっている人の脳の状態をリアルタイムにタブレット PC の中で分析することができるっていうそういうセンサーです。実証実験の一つとして我々は世界で大人気フォートナイトっていうメタバースのゲームと接続して自分のアバターを自分の脳波でコントロールしてタイムトライアルチャレンジができるような環境を整備したんですね。でそれを利用してアバターコントロールのスキルを競い合えるようなブレインピックっていうイベントを実施しました。でこれは脳性麻痺とか ALS とか、いろいろな理由で体が不自由になってしまった方々にも参加していただいて、一方で中高生の子たちにも参加してもらって脳波のコントロールだけではなくて頭の傾きとかアイトラッキングだとかフォートナイトの中の環境を認識するような AI を使って AI の支援を受けて自分の思いをアバターに投影するっていうような、そんな技術を作ったんですね。先天性の病気だったり後天的な進行性の病気などで体が動かなくなってしまうような人たちって、世代に関係なくいっぱいいらっしゃるんですよ。でもそういう方が我々の技術を使ってご自身のアバターを念じて操作するなんていう体験をしてもらうとみんな表情が明るくなるし障害のあるなしにかかわらず競い合える世界っていうのをみんな体験して目輝かせてくれるんですよね。そういうのを見るとやっぱり障害のあるなしにかかわらず技術がその凸凹を吸収してみんながつながって楽しめるっていう社会ができるんだなってことを今の技術のレベルでも十分体験するんですよ。2050年って僕らちょっと想像できない世界だと思うんですね。でもそれでいいと思ってるんです。予想できないからこそ夢があるしそういう未来を見てみたいなっていう気持ちになると思うんですよね。病気とか怪我とかいろんなアクシデントで不意に自分の話したいことが人に伝えられなくなってしまうとか自分では歩いていけなくなってしまうっていうような、そういう状態になってしまった時に自分の思いを何かに乗せて他人に届けたいとかパーソナルモビリティとか車みたいなものに自分の思いを投影させて自分が行きたいところに連れてってもらいたいとか、そういうことが毎日の幸せを支えてくれるんじゃないかなって思ったりもするんですね。だから2050年にどんなツールが世の中に実装されてみんなが手に持ってるかは分からないけども、自分の心を伝えるとか思いを伝えるそれは人に伝えるかもしれないしこういうデバイスに伝えるっていうことかもしれないけどそういうコミュニケーションを人や機械装置と作れるっていう状態を作ることが豊かな優しい幸せのある2050年を作るんじゃないかって思って